つまみでリセット。こんな感じでカエル足作ります。ひし形作るイメージで足の裏合わせましょう。で、見てほしいポイントは2つです。1つ目は、お腹と膝が床についた状態で足の裏をつけることができるか。どうですか？できますか？この時、膝や股関節の角度はだいたいこんな感じ。ひし形みたいになってれば OK です。もう一つ見てほしいポイントは、骨盤と床の隙間に手が入るかどうか。ここですね。ここに手がスポッと入る方、反対側もやってみましょう。骨盤が歪んでる、もしくは股関節周りが硬い証です。ここに隙間がある方は痩せづらいので、今からのストレッチでビフォーアフター実感してみましょう。まずは、かかとをお尻に近づけるイメージで、パタパタ動かしていきましょう。かかとがお尻につかなくても OK です。できる限り近づけましょう。で、理想は、この裏ももとお尻のあたり、境目あたり、触って、あ、動いてるな、この筋肉使ってるなって感覚があれば最高です。スピード勝負じゃないです。ゆっくり、この裏ももお尻の境目意識しながら、かかとをお尻に近づけましょう。呼吸は止めないようにしましょう。ゆっくりでいいですよ。よし、OK。そしたら次は、両手を耳の横に置きます。そのままぐーっと上半身を起こします。腹筋のストレッチです。腹筋伸びる感じありますか？いまいち伸びない方は、顎をちょっと上に持ち上げると伸びてきます。逆に腰が痛いよって方は、こんな感じで肘をついて、ちょっと顎持ち上げる。これだけでもね、十分腹筋伸びると思います。腰が痛い方は絶対痛くない範囲でやりましょう。呼吸を止めないようにしましょう。お腹痩せできない人のほとんどは腹筋の柔軟性不足の方が多いです。なので、しっかり腹筋もストレッチしていきましょう。OK。そしたら上半身、こんな感じでべちゃっと寝かせたら、足を揃えた状態で、お尻の穴をギュッと締める、緩める。お尻の穴ギュッと締める、緩める。これ繰り返していきましょう。お尻の穴ギュッと締める感覚、わかりますか？ゆっくりでいいです。締める、緩める。締める、緩める。なるべくね、膝同士つけてる方が効果的です。しっかりお尻の穴締めれてると、内もももね、使う感覚あるんじゃないかなと思います。で、いまいち感覚わからないよって方、大丈夫です。一緒にね、練習してるうちに分かるようになるので、頑張りましょう。呼吸止めないようにしましょう。OK。次は上半身寝かせたまま、左足を右、こっちに持ってきます。左のお腹の前面、ここを伸ばします。肘は床につけたまま、つま先を向こうに向かってぐーっと伸ばすイメージ。ここが伸びれば OK です。腰が痛い方絶対無理しないでください。これいまいち伸びないよって方は、一回戻して、もう一度やってみましょう。で、つま先を誰かに引っ張られてるイメージでぎゅーっと向こうに伸ばすと、ここ伸びる感じがあると思います。呼吸止めないようにしましょう。うまく伸びない方ね、何度かやって練習してみましょう。OK、逆いきます。上半身は寝かせたまま、右足を左、こっちに持っていきます。右のお腹の前面、伸びる感覚ありますか？つま先を誰かに引っ張られてるイメージでやるとね、右のお腹伸びる感覚あると思います。呼吸止めないようにして、腰痛い方は絶対無理しないでください。きついな。で、この次の種目から上向きになりますので、枕ある方、枕をね、ぜひ使った方が負担なくできると思います。で、スマホでやってる方は、スマホを持って、そのまま上向きになりましょう。いきますよ。OK。上向きになりましょう。上向きになったら、膝曲げた状態から、膝同士離します。こんな感じです。で、外に開いて、パタパタ動かしましょう。足の裏合わせれる人はね、合わせておくといいと思います。これは休憩ストレッチなので、そんなに無理なくね、痛みない範囲で、パタパタと動かしましょう。こう、足痩せできないとか、反り腰気味の女性では、ほとんどが内股だったりするので、しっかりね、痛みない範囲でいいので、外に開きましょう。呼吸は止めないで。痛みない範囲でいいですからね。OK。そしたら、こうやって膝曲げた状態で、
右足大きく回します。内から外に反時計回りですね。回しましょう。スピードは重要ではないです。普段動かさない範囲で大きく回すことがポイントです。股関節ゴリゴリなるよって方は、痛みがなければそのまま大きく回して大丈夫です。痛みがある方はゆっくり小さく痛みがない範囲で回しましょう。呼吸止めないようにしましょう。スピード勝負じゃないですからね。自分のペースでいいですよ。ゆっくり大きく普段動かさない範囲で頑張って。オッケー。次左足いきますよ。左足こんな感じ。内から外に、こっちは時計回りですね。回していきましょう。ゆっくり大きく回す。こっちも痛みある方は痛みない範囲でやりましょう。痛みない方はゆっくり大きく普段動かさない範囲で回していきましょう。よくね、これどっち回しかわかんないよって言われるんですけど、今は時計回りです。基本的に内から外に今回してるんですが、これ逆方向で回してしまったとしても、回しちゃいけない方向ってないので安心してください。基本的にはね、僕と同じ方向で回していただければと思います。呼吸止めないようにしましょう。オッケー。そしたら次は、膝曲げたまま足パカです。こんな感じです。開き切る。閉じ切る。開き切る。閉じ切る。これもスピード重要じゃないですよ。腰が痛い方は、空いてる方の手をこうやってお尻の下に入れると、だいぶね、腰への負担が減ります。逆にね、全然頑張れるよって人は、しっかり開き切る。しっかり閉じ切る。さらに前ももをお腹に近づける。こんな感じでやるとね、お腹にも効いてきます。腰痛い人無理しないで、気使ったらね、途中でサボりサボりやってもいいです。オッケー。そしたら次、休憩ストレッチ。膝伸ばして、肩幅よりちょっと広めに開きます。内、外にしっかりねじっていきましょう。股関節、付け根から動かすイメージです。これもスピード勝負じゃないですよ。普段動かさない範囲で、内、外、しっかり動かしていきましょう。呼吸を止めないで。腰が反って痛いよって方は、こうやってね、膝曲げて、左右に倒す。これだけでも、もちろんね、OK です。呼吸止めないようにしましょう。もしね、わからないこととかあればコメントで気軽に質問してください。質問はね、返信するようにしてます。OK。そしたら次は、もう一回膝曲げて、右足、さっきと反対、外から内に回していきます。これは今時計回りに回してます。さっきと同じく痛みがある方は痛みない範囲で回しましょう。痛みない方はゆっくり大きく、普段動かさない範囲で回しましょう。スピード勝負じゃないですからね。で、もしも僕のペースが速い、遅いあれば、スマホの方はね、右上の点々のボタンから再生速度を調整することができます。速くしたり遅くしたり、自分のペースでね、やってあげるといいと思います。最後までね、完走することが大切な動画になってます。OK。次、左足いきます。これも外から内ですね。外から内。時計回りと反対ですね。反時計回りで回してます。さっきと逆方向ですね。呼吸止めないようにして、肩、腰、股関節、膝、痛みある方は痛みない範囲で行っていきましょう。よくね、なかなか習慣化できないっていうそんな声もいただくんですけど、基本的にね、もうズボラストレッチはね、週1回でもね、十分習慣化できてると僕は思います。これ極端な話、月に1回でもいいと思います。何もしてなかった人が週に1回、月に1回運動するって僕はすごいことだと思います。その一歩がね、めちゃめちゃ大切です。OK。そしたら次、腰をねじります。左足を右、こっちに持ってきます。こんな感じです。左膝床につけて、左肩、なるべく床に近づける。腰、お尻、背中伸びてれば OK です。筋トレではないので、無理にギューッと伸ばしてね、腰痛めちゃったなんて言ったら、元も子もないので、痛気持ちいいぐらいで腰、お尻、背中伸びてるなーって感じがいいと思います。膝は床につけて、左肩、なるべく床に近づける。伸びますか？呼吸はね、止めないようにしましょう。よし、OK。反対いきますよ。皆さんついてきてますか？右足を左、こっちにねじります。で、右膝を床につけた状態で、
右肩、なるべく床に近づける。腰、お尻、背中伸びてれば OK です。無理にギューって頑張んないでくださいね。ゆるーく腰、お尻、背中伸ばしていきましょう。呼吸止めないで。やっぱりね、なかなかね、1回で変化出ないって方、メジャーでね、太もも、ウエスト測ってない方多いです。100円ショップでメジャーあるのでね、ぜひ買ってみて、それで測ってみてください。本当に変化出ますので。で、この次の種目から右向きで横向きになるので、スマホ持って右向きになりますよ。よし、右向きになりましょう。スマホは顔の前にこんな感じで置いておきましょう。で、膝曲げて、この体勢作りましょう。そしたら、膝と膝離す。膝と膝離す。膝はね、90度ぐらいでいいと思います。お尻の横、ここを使います。使う感覚ありますか？ NG パターンは、こうやって体が後ろに倒れちゃうと NG です。体は倒さずに、膝だけ離す。これ意外とね、難しいですよね。こうやってお尻の横触って動いてるなーって感覚あればそれで OK です。呼吸止めないようにしましょう。しっかりここ意識してゆっくりでいいですよ。スピード勝負じゃないです。OK。そしたら、この右足を前に出しましょう。この左足、真上に上げます。真上に上げる。このお尻の横、使う感覚あれば OK です。上げる。前もも外もも多少使っても大丈夫です。お尻の横使ってる感覚あればそれで OK。頑張って、ゆっくり上げて。この下の右足はね、バランス取るために前出してます。右足をね、こうやって前に出しとかないと、バランス崩れちゃうので、しっかりね、前に出しておきましょう。頑張って。次、休憩ストレッチです。ラスト1回、上げましょう。よし、OK。よく頑張った。そしたら、右足そのまま、左手で左足首を掴みます。左の前もものストレッチを行っていきます。伸びますか？いまいち伸びない方は、後ろにぐーっと足引きましょう。ただ腰が反っちゃうと伸びないので、わざと猫背作るイメージです。腹筋ちょっと力入れて、わざと腰を丸めて、猫背作りながら足を後ろに引くと、左の前もも伸びます。ちょっとこの説明難しいので、僕が何言ってるかわかんないよって方大丈夫です。前ももが結論伸びればそれで OK です。あんまり肩ね、こう力入れすぎないように意識をしましょう。OK。次は、左足を前、こうやって出した状態で、下の右足を持ち上げます。こんな感じ。右の内もも、ここです。使ってる感覚あれば OK です。呼吸止めないようにしましょう。きつい。しっかり右の内ももを意識して、きついな。で、これね、この前の足がきついって声があったので、後ろについてもいいです。これでも OK。右の内もも、ここを使うのが目的です。スピードも目的じゃないですよ。ゆっくり右の内ももを意識して行いましょう。頑張って。ラスト1回上げましょう。しっかり上げる。OK。そしたらスマホ持って逆向きになりましょう。そしたら左向きに横向きになったらスマホは顔の前に置きましょう。膝は90度に曲げておきましょう。こんな感じで膝同士離す。お尻の横、ここを使う感覚ありますか？スピード勝負じゃないですよ。お尻の横、ここを使うことが目的。ゆっくりでいいからしっかり膝同士離す。さっきも伝えましたが NG パターンは、これは NG です。これお尻使ってないですからね。ただ体倒してるだけになっちゃいます。体は固定して膝だけ離す。手でね、お尻の横触って、動いてるなって感覚あればバッチリです。OK。次、左足前に出します。この状態で右足を真上に上げる。お尻の横、ここを使いたいです。きつい。前もも外もも力入ってもいいですよ。メインはお尻の横です。ゆっくり自分のペースでいいです。きつかったらサボってもいいし、途中でね、再生速度変えてもいいです。無理しないで。そんなね、今日無理して頑張れるよりもね、ゆるーくサボりながら習慣化した方がね、よっぽど効果的なので、頑張りましょう。頑張れ。ラスト1回。OK。そしたら、左足はこのまま、右手で右足首掴みます。前もものストレッチです。
前ももどうですか皆さん。伸びますか？いまいち伸びないよって方は、このね、足を後ろにぐっと引きましょう。ただ腰が反っちゃうと逆効果なんで、腹筋をね、軽く力を入れて腰を丸めておく。右の前もも伸びてればそれで OK です。皆さんどうですか？ついてこれてますか？きつい方ね、再生速度調整したりしてください。で、再生速度、変え方わかんない方は概要欄にね、再生速度の変え方も貼っておきます。それでもわかんなかったらね、どんどんコメントで質問してください。OK。じゃあ次は右足を前に出します。これで左足を上げる。左の内ももを使う感覚あれば OK です。きつい。頑張ってこの内ももを使って。もしこの右足がきつい人、後ろにね、こうやって出してもいいです。目的は左の内ももを使うことです。頑張って意識してゆっくり。きつい。頑張って。1回でね、本当に変化出るので最後まで頑張りましょう。で、この次の種目から、ちょっと体勢変わってね、うつ伏せになる前に、ちょっと四つん這いに1回だけなります。スマホを持ってね、四つん這いになりますよ。いきます。OK。そしたら次、四つん這いになりましょう。スマホは顔の前に置いておきましょう。こんな感じで、なるべく、膝同士を離す。股関節開く。この状態で、ちょっとお尻を後ろに引くと、内もも伸びる感じあると思います。膝がね、痛いよって方はベッドの上とかでやるとか、なんかね、マット引きとかやってあげるといいと思います。内もも伸びてればそれで OK です。いまいち伸びない方は、なるべく膝同士を離すことと、お尻を後ろに引くこと。きついな。もうこの次の種目からね、うつ伏せなので安心してください。ちょっと頑張って。内もも伸びてれば OK。膝痛い人無理しないでー。OK。うつ伏せになりましょう。スマホは顔の前置いといて大丈夫です。そしたらですね、左足をこんな感じで外に出します。この体勢取れますか？だいたいこんな感じ。これで左足を浮かせる。できますか皆さん？こう、左足浮かせる。こうやってね、膝が痛い方はマットの上でやりましょう。こう。難しいですよね。これ股関節を内にねじってるんですけど、結構ね、できない方、特に女性は多いと思います。大丈夫です。練習すればね、できるようになります。これね、お尻のインナーマッスル使ってるんですけど、これできないとね、お尻ちっちゃくならないし、足細くならないんです。ちょっと練習しましょう。頑張って。膝はね、こんな感じで90度でいいと思います。できますか？ちょっと難しいかな？わかんなかったらコメントで質問してください。OK。逆いきます。右足をこうやって出して、右足、浮かせる。だいたい膝90度でいいと思います。で、これね、これと同じ体勢できない方、例えばこういう体勢でも、これでも OK です。股関節内ねじりが目的なので、こんな感じでもね、こんな位置でもいいです。自分ができる範囲でやりましょう。で、難しい方大丈夫。柔軟性ついて練習したらね、ちょっとずつできるようになってきます。頑張りましょう。これでもう最後の種目、最後ね、一緒に柔軟性ついたかチェックやってみましょう。OK、お疲れ様でした。じゃあ最初と同じように、こうやってうつ伏せでカエル足作りましょう。お腹と膝つけた状態で、足の裏まずつくか、チェックポイント1個目です。足の裏ついてますか？あとはさっきやった骨盤と床の隙間、僕は隙間があったんですが、もうね、手が入んなくなってます。皆さんどうですか？反対側も手入れてみましょう。右側も骨盤と床の隙間手入れてみて、入らなければ OK。下の足を少し曲げて、体が倒れないように安定した状態で足を真上に上げていきましょう。外ももの付け根あたりの筋肉を使うイメージです。手を添えると動いていることが分かりやすいと思います。外ももに脂肪がついてしまう原因は血行不良です。普段動かさない範囲までしっかり足を高く上げて血流を良くしていきましょう。もし余裕がある人は股関節を内側にねじった状態で上げると負荷が強くなります。つま先を少し斜め下に向けるイメージですね。次は上に乗ってる足を前に出して下の足を内ももを使って持ち上げます。しっかりと内ももの筋肉を意識して内ももの筋肉が使えていることを確認しながら行いましょう。もう少し負荷をかけたい場合は上半身を起こして肘を床についた状態で行うと良いと思います。
どの体勢もきつくてできないという人は、上の足を体の後ろに引いてみましょう。外ももが筋肉太りしている人のほとんどが外ももばかり使って内ももを使えていないことが多いです。次は両膝を曲げた状態で上の足だけお尻の筋肉を使って真上に上げましょう。外ももの筋肉ではなくてお尻の筋肉が使えていることをしっかり確認しましょう。お尻の筋肉がうまく使えずに外ももの筋肉ばかりを使って外ももが筋肉太りしてしまうパターンもあります。この動きに慣れてくると自然と外ももを使ってしまう人がいます。お尻の筋肉をしっかり意識し続けましょう。お尻の筋肉は人の体で一番大きい筋肉なので、動かすことで全身の代謝アップも見込めます。次は上の足を前に出して内ももを使って足を持ち上げた状態でくるくる動かしましょう。足を持ち上げるときに内ももの筋肉を使うように意識しましょう。できる限り大きくくるくる回しましょう。この体勢で足をくるくるし続けるのが辛い人は上の足を体の後ろに持ってきましょう。多少楽になると思います。皆さんがやりやすい方法で続けてみましょう。肩や首に力が入ってしまうと肩が凝ってしまうので、なるべく上半身は力を抜きましょう。次は上の足をお尻の筋肉を使って持ち上げてくるくる動かしましょう。これも普段動かさない範囲まで動かすことがポイントです。できる限り大きく回してみましょう。骨盤が倒れてしまって安定しないという人は下の足を曲げておくと安定すると思います。外ももの筋肉は使わなすぎというよりも使いすぎの人の方が多いです。この動画では外ももの筋肉を使うというよりも外もも以外の筋肉をしっかり使えるようにして外ももの負担を減らすイメージです。次は両膝を曲げた状態で股関節を外に開きます。お尻の筋肉を使って外に開きましょう。右と左の足首同士はつけたまま膝だけ離すイメージです。この種目は NG パターンを行ってしまう人が多いので NG パターンをご紹介します。 NG パターンは骨盤が後ろに倒れてしまうことです。正しいパターンはこのように骨盤を動かさずお尻を使って股関節だけしっかり開く状態です。次の種目から逆向きになります。僕は見やすいように位置を変えますが、皆さんは寝返りを打っていただければ大丈夫です。外ももの付け根を使って足を高く上げましょう。骨盤が倒れて安定しないという人は下の足だけ少し曲げると安定しやすいと思います。簡単そうに見えますが結構きついですよね。余裕がある人はもう少し高く上げると脇腹にまで効いてきます。それでも余裕がある人は股関節を少し内にねじった状態で足を横に上げてみましょう。脇腹の筋肉にも効かせたい場合はこのように上半身を起こすと良いと思います。次は内ももの筋肉を使って下の足を持ち上げましょう。上の足は前に立てるとやりやすいと思います。しっかり内ももが使えていることを意識しましょう。内ももの筋力がない人は足を少し持ち上げるだけでも十分に内ももに効くと思います。内ももを使っている感覚がわからない人は空いてる手で内ももを触ってみましょう。動いているという感覚があれば OK です。上の足は僕と同じように体の後ろに置いても問題ありません。次は両膝を曲げた状態で上の足を持ち上げましょう。お尻を使って真上に上げるイメージです。何も意識せずにただ足を上げていると外ももを使ってしまいがちです。お尻の筋肉をしっかり意識しましょう。この動きはヒップアップの効果もあるので頑張りましょう。もうこの動画も後半戦なので結構疲れてきたと思います。この種目の最後の10秒間休憩していても問題ありません。
次は上の足を体の前に立てて、内ももを使って下の足を持ち上げましょう。少し角度を変えてみるとこんなイメージです。内ももを使って足を浮かせたまま大きく円を描きましょう。もしどうしてもきつくなったら多少足が床についても大丈夫です。頑張って内ももの筋肉を使って外ももの負担を減らすようにしましょう。疲れてきたら僕のように上の足を体の後ろについても大丈夫です。次は上の足を持ち上げてお尻の筋肉を使ってぐるぐる動かしましょう。疲れてくるとどうしても円が小さくなってしまうのですが、できる限りでいいです。大きく回しましょう。骨盤が倒れてしまう人は下の足を曲げましょう。この種目もきつい人は最後の10秒間は休憩していても大丈夫です。次は両足を曲げた状態で股関節を外に開きましょう。お尻の筋肉を使って外に開きましょう。先ほど反対の足でお見せした NG 例のように骨盤が後ろに倒れないように意識しましょう。外ももを使わずにお尻の筋肉だけ使うと僕と同じように本当に少ししか上がらないはずです。お尻が使えている感覚があれば問題ありません。最後は使った筋肉をマッサージしていきます。起き上がっていただいてマッサージする方の足を伸ばしましょう。前ももと外ももを片足ずつマッサージしていきます。腕を使ってほぐしていきましょう。リンパの流れを良くしたいので奥から手前に向けてマッサージしていきましょう。皆さんの目線から見やすく撮影しました。こんな感じで奥から手前に向けてマッサージしていきましょう。膝のお皿のあたりから股関節付け根のあたりまでまんべんなく行いましょう。手のひらや親指のあたりを使っていただいても問題ありません。今マッサージした足の膝を曲げましょう。足首の位置は僕のように外に開いたり、正座のようにお尻の下に足を入れても問題ありません。前ももが突っ張った状態で奥から手前にかけてマッサージしていきましょう。この動画では外ももをあまり使わずに外ももの周りの筋肉を使うようにしていたのですが、それでもやはり外ももを使ってしまいます。使った後はしっかりマッサージしてあげると筋肉太りしづらくなります。膝を曲げた状態が辛い人は膝を伸ばしたままでも問題ありません。次は反対の足もマッサージしていきます。まだマッサージしてない方の足を伸ばしましょう。腕や手のひらを使って奥から手前に向けてマッサージしていきましょう。強さは痛気持ちいいぐらいがちょうどいいと思います。外ももだけではなくて前ももや内もも、自分で触って張ってるなというところを重点的にマッサージすると良いと思います。むくみを取るためにマッサージする方向はできるだけ奥から手前に行いましょう。膝を曲げましょう。足首は楽な位置で大丈夫です。正座のように足首を後ろに入れても問題ありません。10分間最後まで実践していただき本当にありがとうございます。動画を最後まで実践してくださっている方には効果を実感していただきたいので、ビフォーアフターでメジャーを使って太ももを測ることをお勧めしています。1週間ぐらい続ければ変化が出るので面倒かもしれませんが、ぜひ測ってみてください。この動画が良かったという方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。まず両膝を曲げてかかとをしっかりグッと上げましょう。できる限り高くかかとを上げる、ふくらはぎの筋肉を動かしてます。この動画は20秒おきに種目が変わります。種目と種目の間がないので次の種目がこんな感じで出ます。しっかりかかと上げましょう。
次は内ももパタパタつけながらちょっとずつ足上げていきます。お尻をちょっと床から浮かせるイメージです。内もも使ってしっかり膝と膝つけましょう。次はこちらです。股関節を開く、伸ばしきる、開く、伸ばしきる、繰り返していきましょう。初めてやる方は難しいかもしれませんが、何度かやるとこの20秒おきにね、種目が変わるのも慣れてきます。しっかり伸ばしきる、開いて伸ばしきる。次はこちらです。ゆっくり足パカ20秒かけて開いて閉じる、やっていきます。まずは最初の10秒で開いていきます。 OK、 ゆっくり最後の10秒閉じましょう。腰が痛い人、お尻の下に手を入れましょう。そのままもう一回足パカクロスです。開いてクロス、開いてクロス。呼吸だけ止めないように意識しましょう。限界まで開いてクロス。次はこちらです。両膝を曲げておいて左右に股関節を倒していきます。こんな感じで、何種目かおきに休憩のストレッチが入ってますので安心してください。もちろん15分長いので途中でサボっても OK です。次の種目はこちらです。よし OK。 次足を揃えて股関節を広げる、内もも使って閉じる、広げる、内もも使って閉じる。内もも使う感覚わからない人は内ももに手を添えてみるとぐっと力入る感覚がわかると思います。次はこちらです。両膝を90度に曲げてちょっとお尻をぐっと浮かせます。ぐっと下っ腹使ってお尻を持ち上げるイメージです。もっと膝曲げてももちろん大丈夫です。お腹使ってる感覚あれば OK です。次はこちらです。膝曲げて伸ばしきる、足パカの状態で膝の曲げ伸ばしです。しっかり伸ばしきるとね、内ももと膝肉撃退できます。腰が痛い人、お尻の下に手を入れましょう。伸ばしきる、ぐっと伸ばしきる。よし OK。 このまま足パカキープです。きつい。しっかり膝を伸ばしきる、限界まで開く、股関節開く、これがポイントです。膝伸ばしきりましょう。呼吸は止めないように意識しましょう。次休憩ストレッチです。膝を伸ばしたまま股関節内外にねじっていきます。ぐっとぐっと内側に入れる。ガニ股の方は内側に、内股の方は外にしっかり開きましょう。よし OK。 次は両膝を曲げます。膝と膝つけたまま左右に倒していきます。膝が離れないように意識しましょう。呼吸も止めないようにしましょう。次こちらです。よし OK。 両膝曲げたまま右足しっかり伸ばす。しっかり右足伸ばす。伸ばしきると膝上の肉を撃退できます。伸ばしきる、しっかり伸ばしきる。余裕があれば伸ばしきった時、つま先手前に引いてみましょう。つま先手前に引くとより効果的です。ラスト1回 OK。 次逆左足いきます。しっかり伸ばしきる、曲げて伸ばしきる、しっかり曲げて伸ばしきるときに膝上の肉を撃退してます。しっかり伸ばしきる。呼吸は止めないように意識しましょう。しっかり伸ばしきる。 OK。 次は右足を大きくくるくる回します。できる限り大きく外回しです。左足曲げておいて大丈夫です。しっかり膝を伸ばして外回ししていきましょう。よし OK。 次左足伸ばしきる、大きく外回ししましょう。
できる限りね、大きく、こう、僕みたいに場所が狭い方は、できる範囲で大丈夫です。できる限り大きく回す。股関節、付け根から回すイメージです。呼吸止めないようにしましょう。次は休憩の万歳です。足伸ばして、両手万歳です。ちょっとこうお腹とか脇の下伸びる感覚あると思います。こうついていけない人はね、どんどんサボっても大丈夫です。1種目おきとかでも十分に効果あると思います。呼吸だけね、止めないように意識しましょう。次は、お疲れ様でした。できる方は朝昼晩3回できるといいです。終わった後もメジャーで太ももを計測しましょう。